こんにちは、中西智子です。今日は質問がありましたので、それについて一緒に考えていきたいと思います。この質問なんですけれども、帰国子女で日本で中学生がプレゼンやディベートや自分で考える力を育むにはどうしたらよいでしょうかということなんですね。自分の意見を言うとかっていうのはどの国にいても同じなんですけれども、もしかしたら日本では学校の教育の中ではなかなか学べないかなと思います。それでじゃあ実際どういうふうにしていったらいいのかなと思って5つできるかなっていうのを考えてみましたのでお話ししてみます。一つはですね、うちは本当にテレビとかテレビゲームとか漫画とかそういうのをもう一切家ではさせてなかったんですね。友達の家ではやってても見てても自由ですけれども、家ではやらせてなかったんですね。喋る機会がないものを家で長時間やるっていうのはあんまり良くないので、そういうのはあんまりさせないっていうのは一つの環境づくりだと思います。うちは長野にログハウスがありまして、そこは本当に自然の中で生活するっていうのを年に何回か行くんですけれども、そういう時にそこにはテレビとか電話は置いてないんですよ。で、会話するからトランプ、あとクイズ、家族でなんかクイズみたいなのもよくしました。ちょっと考えないといけない方のクイズですね。なぞなぞっていうよりもちょっと数学的なものが多かったと思うんですけれども、そのクイズをしてましたね。そういう時ってすごい考えてると思うんですよ。いろいろ意見も言わないといけないので、そういうのも発達する一つかなと思いますね。それからスポーツだと私はもう常に思ってて、スポーツするってすっごい頭使ってると思うんですよ。いろんなところで交渉力みたいなのもいりますし、チームワークもいるので、例えばね、水泳とかでも、水泳も一人で自分の中で戦うところもありますけれども、チームワークがあるので、試合とかも楽しい部分があると思うんですね。だから多分リレーとかがすごく楽しかったと思うんですけれども、そういうスポーツをしているっていうのは、考えたり、自分の意見を言ったり、そういう力がすごくつくと思います。小学校なんかだと勉強してるよりよっぽどそっちの方が力がつくかなと思いますね。あと、友達と遊ぶということです。友達と遊ぶっていうのもやっぱりそういうテレビゲームとかそういうのじゃなくって、外でできれば遊んだり、いろんなことについて、こんなことについてどう思うかっていうのを、中学生とか高校生ぐらいになったら結構討論みたいな感じで、なんか言い合いっこして喧嘩してるのかなと思ったら討論だよみたいな感じの時があったんですけれども、それぐらいいろんなことについて自分で考えて話すっていうのは、友達とやるっていうのはすごく友達と遊ぶ中でそういう会話をするっていうのはとても有効だと思いますね。で、うちの場合はもう兄弟上2人がとてもよく喧嘩してましたので、負けず嫌いの塊みたいな2人で年子でしたからね、すごく喧嘩もあって、その時は私にとってはもう悩みの一つというか、これをどういう風にいい方に持っていこうと思ってましたけれども、今考えるとですね、喧嘩ってそうしてる間って暴力とか振るうのはもうある年齢になったらもう一切禁止にしたんですけども、話さないといけないんですよ。だからこうだとか。そういう時に、やっぱり話すのが強くなっていくなと思いますね。理論的に論破してしまうみたいなところは強くなっていったんじゃないかなと思うので、やっぱり友達と遊んだり、兄弟と一緒にいるっていうのは、とてもいいと思います。あと、うちの家は、やはりアウトドア、キャンプとか好きだったので、そこでもよく考えたと思います。火を起こすのはどうしようとか、こんだけの荷物をこの車のこんだけの中に入れるのはどのようにしたら入れれるかなとか、テント立てるのも光の方向とか風の方向とかいろいろ天気を考えないといけないので、そういうのをさせるとか、結構時間かかっても考えてやらせるっていうのは頭の発達にも良かったと思います。そんなね、いつも頭の発達のためにって考えたわけじゃないですけれども、与えられたテレビとかゲームを避けて自分の方から考えてやらないといけないという環境を作ると頭すごく発達すると思うんですね。こういうディベートとか考える力を強くするためにどんな勉強をしたらいいかっていうよりも、あまりそういう部分って今の日本の学校の教育では学べないと思いますので、そういう学校以外のところでできるだけ自分の考えを出したり考えるっていう環境を作ると、そこは発達すると思います。研究の結果で2カ国語を使っている人は言語中枢が刺激されて頭が良くなるとかっていうのも聞きまして、
それも2つの言葉だったので刺激があったかなって思います。あとスポーツで頭脳っていうのは私はもう間違いないと思ってるんですね。特に幼稚園とか小学校はもう暗記して学習して頭がいいとか頭がなんか発達してるっていうのはあんまり思わない方がいいと思うんですよ。本当に頭が発達するっていうのは遊びからだと思いますので、その辺のところももし今あんまり力が入ってなかったら考えてみたらいいかと思います。それではまた。